おはいえなし。突然ですが一言言わせてください。詰め込みすぎです。私は普段大人気 MMORPG ファイナルファンタジー14の攻略動画を作っています。そんな私がカンタレラお姉さんのあまりのエッチさに頭が真っ白になり命中を始めたのは先日の動画でお話の通りです。その時右も左もわからん私は命中界隈の動画や記事を見たんですが、どの動画もどの記事も詰め込みすぎ、生地全てを知る有識者ゆえの動画の作り方だな、私のようなクソ雑魚初心者にもっと寄り添ってほしいなと感じていました。というわけで自分で作ってみました。この動画は名調気になる、やってみようと興味を持った、だけど1ミリもやり方を知らない、さらには他のソシャゲもあんま知らないという数週間前の私と同じ超初心者向けに名調を始めて数週間の私だからこそ提供できる超序盤スタートアップ動画です。この動画を視聴後 OK、 あとはメインクエ進めるだけね、 OK、 あとは気になったサブコンテンツを思うがままググって好きに手出せばいいだけね、このくらいに至れることを目的にしていますので、名調に興味を持った方のお供になれば幸いです。また有識者の方はツッコミどころがあればぜひコメントにてご指摘ください。それでは早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。まずはゲームをダウンロードインストールします。名調の主人公のことは漂白者と呼びます。男女選べるので好きな方を選びましょう。後ほど性別は変えられるのでラフに決めて OK です。まずは言われるがままメインシナリオを進めます。戦闘ですが通常攻撃と特殊攻撃の2種類があります。とりあえず通常攻撃のボタンをポチポチ押し、特殊攻撃が使える状態になったら特殊攻撃を即打っとけば OK です。ほどなくして必殺技も解放されるので、これも基本使える状態になったら即打てば OK です。今は2人パーティーですが、名調は基本3人パーティーで戦闘中にめちゃくちゃ入れ替えて戦うことを推奨します。というのも右側にある自分や仲間のアイコンが光った状態でキャラを入れ替えようとすると、入れ替え前のキャラが追加攻撃し、さらに入れ替え後のキャラも追加攻撃してくれます。そしてさっき話した特殊攻撃や必殺技もキャラごとに使えるので、単純に入れ替えて戦った方が手数が増えて有利ということです。スキルの効果はキャラによって異なりますが、少なくともキャラのアイコン光ったら入れ替えという動き自体は早めに慣れておきましょう。フィールドにこういう建物があれば積極的に触れておきましょう。触れておくことで後ほどファストトラベルができるようになるためです。また戦闘中キャラの HP が減ったりゼロになった場合、名調は戦闘終了後も HP が回復しませんが、このファストトラベルの塔に駆け込めば回復します。メインシナリオのカットシーンはだいたいスキップが可能です。この動画投稿時点でメインシナリオは第2章第4幕まで実装されていますが、特に第1章が難解でぶっちゃけ評判が微妙。興味に応じて適宜スキップしましょう。スキップしてもあらすじが出てくるのはめちゃくちゃいいシステムですね。メインシナリオでのチュートリアルの通りではありますが、フィールドの敵を倒すと確率で残像が発生します。これを音階と呼びます。音階を吸収しキャラごとに装備して呼び出すことで敵ごとのスキルを利用可能です。後でまた出てくるので名前だけ覚えておいてください。メイン第1章第1幕中にガチャが解放されます。強いキャラを手に入れましょう。具体的な手順としては、まずはメニューからメールアイコンを押してメールボックスを開き、受け取れるやつを全部受け取ります。2025年5月22日までであれば受け取れるものに潮波の恩返しというチケットが含まれています。これは星5のキャラを1人確定で獲得できるものです。これ以外使い道がないので即使いましょう。具体的な手順としては、メニューにある集音の初心者応援セレクト集音からここのボタンを押すことで好きなキャラを選べます。好きな美女のキャラがいればそのキャラを選ぶで全然 OK ですが、特になければ性能的にベリーナがおすすめです。星5のキャラを獲得したらメニューの編成から今獲得したキャラをパーティーに入れることを忘れずに。また大した量ではありませんがアイテムをもらえるクーポンコード的なやつもあるのでググって漏れなく使っておきましょう。使い方としてはメニューの右下の歯車スパナマーク引き換えコードから引き換えが可能です。さらに少しメインを進めるとイベントが開放されます。メニューのイベントからなんかいろいろイベントが開催されているのを確認可能です。どうであれまずメインシナリオを進めるのが最優先なので現時点であまり気にする必要はありませんが、イベントによっては何もしなくても報酬が受け取れるものもあります。一回イベント一覧を舐めておくと良いでしょう。その他なんかいろいろガチャ用の何かがありますが現時点ではまだ引かなくていいと思います。
なお美課金予定なら610円の月相観測パスを今のうちに買っておくことをお勧めします。毎日ログインすることでちびちびとガチャ用の石がもらえ、610円でマックス18回相当ガチャが回せるお得なパックです。相場感がわからんので610円で18回回せるってのがお得なのかどうかよくわからないかと思いますが、まあお得です。イベントの開放と同じタイミングでキャラのレベルアップを行うチュートリアルが発生します。この時一旦パーティーに編成している3人は上限であるレベル20まで上げてしまって OK です。メインシナリオを快適に進める上でもここはケチらずアイテムを消費してレベルを上げましょう。ただし現時点でパーティーは主人公プラス星5キャラプラス1名だと思いますけれども、もし課金してすぐ星5キャラを得ようとしているのであればプラス1名の成長は後回し推奨です。言いたいのはまずは3名に絞って成長させようということです。さらにこのタイミングで任意作業として仮想訓練という要素について触れられますが、これは得られる経験値が美味しいので絶対今のうちにやっておきましょう。具体的にはここにいるおっさんに話しかけると仮想訓練が実施できます。言い忘れましたが経験値には3種類あり、チーム全体のレベル、いわゆるユニオンレベルを上げる経験値とキャラごとのレベルを上げる経験値と武器ごとのレベルを上げる経験値があります。仮想訓練にも3種類あり、ざっくり言うと上から1番と2番がもらえるやつ、1番と3番がもらえるやつ、1番とゲーム内通貨がもらえるやつの3種類があります。一番大事なのはユニオンレベルを上げることなので、当面はどれを選んでも構いません。私はとりあえず1つ目か2つ目を適当に選んでいます。仮想訓練で報酬を得るにはスタミナを40消費します。スタミナはマックス240です。スタミナの使い道は他にもありますが、当面は全部この仮想訓練に使ってしまって OK です。スタミナはちょうどリアルタイム24時間で全回復するので、できれば毎日仮想訓練してスタミナを使い切りたいところです。仮想訓練が終わったらまたしばらくメインを進めます。第1章第3幕の途中で空ガイドという要素が解放されます。新たに入手したベリーナのチュートリアルもできるので適宜行います。第1章第3幕をクリアすると空ガイドにデイリーミッションが追加されます。これも経験値的にめちゃくちゃ美味しいので、先ほどご紹介した仮想訓練とともに毎日やることを推奨します。デイリーミッションの流れとしては、日時で変わる各種ミッションたちをクリアするとミッションごとに定められている活躍度を獲得でき、この活躍度が100になるとその日のマックスの報酬が得られるというものです。日時で変わる各種ミッションたちとは言ったものの、その中でもゲームにログインするというミッションとスタミナを180消費するというミッションは毎日固定です。ということはゲームにログインし、さっき言った仮想訓練をフルでこなすだけで活躍度が80貯まるので、あとは残り20を適当なミッションを選んでクリアすれば OK になります。このデイリーミッションは美味しいので毎日やりましょう。そしてメインクエ第1章第4幕にて急に受注するのにユニオンレベル11以上という制限がかかります。ここまでユニオンレベルを上げるのに仮想訓練をやれとかデイリーミッションやれとか言いましたが、それらをプレイしてきたとしても寄り道していなければおそらくユニオンレベルが足りていないはずです。ユニオンレベルを上げるための方法はいくつかありますが、この段階でのおすすめとしてはマップ探索です。さっきご紹介したファストトラベルをするための信号灯は各地にあり、信号灯を開放すると経験値が手に入るので、信号灯開放を目的に各地回っておくというでしょう。これから進めるメインクエでどのみち各地を回ることになり、あらかじめ信号を開放しておけばその時にバンバンファストトラベルが使えるようになるので快適です。チュートリアルでも言及ありましたが、信号灯には小型信号灯と中枢信号灯がありまして、中枢信号灯を開放すると周辺の地形がマップ上判別つくようになるので優先して開放しましょう。またマップ探索中に見つけた宝箱は積極的に開けておきましょう。ガチャ石用のアイテムが入っているためです。宝箱には単に開ければ終わりのものから道中の敵を倒す必要があるもの、マップギミックを解く必要があるものなどがありますが、まあ訓練がてらいろいろやってみましょう。なおユニオンレベルを上げるためだけならマップに転がっている敵を倒すのはマストではないので無理しなくて OK です。それともう一つ、信号灯開放以外に今のうちにやっておいた方が良い要素をご紹介。先ほど音階というシステムをご紹介しました。これはフィールドの敵を倒すと確率で発生する残像で音階を吸収し、キャラごとに装備して呼び出すことで敵ごとのスキルを利用することができるというやつです。この音階の中で早めに取っておくとマップ探索が楽になる音階が2体いるので、マップ探索のついでに取っておくと良いでしょう。1体目が根州城の北、遠望の峰にいるこの鳥。2体目が根州城の南西、この辺にいるこの化け物です。それぞれレベル35と強く、よほどのプレイスキルがない限りはキャラの育成が必要で、できれば各キャラレベル40は欲しいところ。ただしゲーム開始時点で各キャラはレベル20までしか上げられず、レベル20の時点で上限突破という作業が必要になります。上限突破にはアイテム、ゲーム内通貨のほか空ランクというランクが2必要です。
空ランクとは敵の美味しさや報酬の美味しさを規定するランクのことで、ユニオンレベルが10上がるたびに強制的に1上がります。ここまで仮想訓練やらデイリーをプレイしていたら、おそらくユニオンレベルは10に達しているはず。つまり空ランクも1から2にアップしており、つまりレベル20の上限突破も可能になっているはずですけれども、もしユニオンレベルが10に達していなければ、マップ探索をしてまず10まで上げましょう。ユニオンレベルが10になり空ランクが2になったら、キャラのレベル20の上限突破が可能です。ただ上限突破にはゲーム内通貨やアイテムが必要で、シェルコインの方はおそらく潤沢にあるんでしょうけれども、アイテムの方は揃ってないことが多いので別途入手が必要です。入手手順としては、アイテムを選択するとそのアイテムの入手方法が出てきて、さらに入手方法を選択すると入手方法に対応して店の場所だったり別のメニューに飛べます。例えば主人公の場合、上限突破には低温うなり音覚というアイテムが4つ必要で、その入手方法の1つに鍛冶屋で購入というものがあります。選択すると鍛冶屋の場所がわかるので、そこに行きアイテムを購入するという感じです。ちなみにベリーナの上限突破アイテムも鍛冶屋で売っているので、ついでに買っておくというでしょう。購入したらめでたく上限突破できます。これでキャラをレベル40まで上げられるようになるので、育成アイテムを惜しみなく使ってレベル40にしましょう。なおキャラだけでなく武器についてもレベルがあり、メニュー共鳴者の上から2つ目のアイコンからレベルアップが可能です。武器の方もレベル上げしたくなるところではありますが、キャラと違い武器は高レアリティの武器を手に入れたらそっちに持ち帰ることになります。つまりそれまで上げた武器レベルが無駄になります。なので一旦さっきご紹介した鳥や化け物とも戦ってみて、勝てないようであれば初めてそこで武器はレベルを上げれば良いかと思います。なお武器にはレアリティがあり、高い順に黄色、紫、青、緑、無色となっています。武器のレベルを上げるときは今ある手持ちの中で一番レアリティが高い武器に持ち替えた後にレベルを上げるようにした方が無難です。鳥や化け物を倒したら恩返になるので吸収します。チュートリアルの通りではありますが、メニュー共鳴者の上から3つ目のアイコンから獲得した恩返を装備できます。この時装備するスロットが5つありますが、一番上に装備した恩返のみ対応するスキルを利用することができるため、鳥や化け物の恩返は一番上に装備しましょう。装備したらマップにて恩返スキルを使うボタンを長押しすると、すごい飛んだり走ったりしてくれます。これを都度使うと探索がより効率的になる上、そもそも攻撃のための恩返スキルとしてもそこそこ優秀なのでご紹介しました。ちなみに恩返スキルは対応するキーやボタンを普通に押した時と長押しする時で発動するスキルが微妙に変わってくるので注意してください。話を戻して、ここまでわちゃわちゃしていたらユニオンレベルは自然と11に至っているはずです。そうしたらメインシナリオの第1章第4幕が受注できるようになります。これ以降はユニオンレベルの受注制限もありません。あとはひたすらメインシナリオをこなしていくだけです。なおメインシナリオには番外編的な位置づけで暗闇がうんちゃらかんちゃらというミッションにも出会うかもしれませんが、こっちはマストではありません。一旦そっちじゃないメインシナリオを完全にクリアしきるまでを目標にすると良いかと思います。解説は以上です。今回メニュー画面のセンクラジオやらデータドックやら、あるいは共鳴者メニューにおけるスキルやら共鳴チェーンやらメインシナリオ以外の任務やら全然解説していませんが、これらはメインシナリオを最新パッチまで追いついた後、さあ次何を拾っていこうと考えた時に初めて意識すれば良いものだと考えるので省略します。まずはメインを進めて名調のキャラの可愛さ、かっこよさ、エッチさにもだえましょう。またこれは個人的な好みですが、第2章からシナリオが飲み込みやすくなる感覚ですので、シナリオスキップしまくる方もこの辺りを一つ意識いただけると良いかなと思います。以上です。家なしララはゲームを楽しむためのチャンネルを運営しています。この動画が良いと感じましたらチャンネル登録よろしくお願いします。また X では動画投稿時の速報や動画化するまでもない日常オタク語りをしているのと、没頭してゲームをしたい時は Twitch でプレイしていますので、そちらもフォローよろしくお願いします。おついえなし。